にちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。普段はハンドメイドで作り方を配信しているんですけれども、期間限定でこの春北欧5カ国を周遊してきた旅の様子を Vlog で配信しています。旅の目的は訪れた国で手芸店を探して観光もしつつ珍しい布を探してくるというテーマで旅をしています。よかったら旅の Vlog も楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、マリメッコホテルの滞在を満喫してヘルシンキに戻ってきました。ホテルをチェックアウトしてここに来るまでだいたい1時間半ぐらいだったんですけど、割とねスムーズに来ることができました。ヘルシンキでの滞在先はエアビーになります。ここでね7泊8日お世話になります。今回はサウナ付きのお部屋を予約しました。で、早速スーツケースを置いて、近くのスーパーにお買い物に行きました。市内のスーパーでも少しお買い物したので、これでだいたい3000円ぐらいです。この日の夕飯は半額シールを見つけたのでデリにしました。美味しかったです。そしてついに来ました、マリメッコアウトレット。もう一番楽しみにしてた場所なんですけど、朝早くね来すぎて、この日のオープン12時からだったんですよね。なのでちょっと周りの方をゆっくり見ながらのんびり過ごしてます。この日ねちょっと寒かったんですよね。それにしてもいいお天気に恵まれて、この日もねもう青空見えてます。10分ぐらい前になったらだんだんね人が集まってきたので、入り口の方に行ってみたら、ここでね久しぶりに日本人の観光客の人にたくさん会いました。12時の開店とともに入店しました。もうねワクワクしちゃいますよね。あとマグカップもねすごいたくさん種類があって、もう目移りしちゃうし、もうね心が興奮して行動と気持ちが伴わなくて大変でした。で、スタッフの方もマリメッコのお洋服着られてたりとか、ちょっとねテンション上がっちゃいました。で、私も早速生地を選んでカットしてもらいました。これね帆布の生地になります。なかなかね日本で見つけることができなくなっちゃったので、ここで見つけた帆布の生地をお買い物してます。気づいたら3時間もお買い物してて、ランチをね逃しちゃったんですよね。なのでこの後また来ることになりました。ここでね結構たくさん生地をお買い物したので、皆様にも YouTube の方でね作り方の方を紹介していきますので、これからも楽しみにしててください。この時ピンクのエコバッグいただきました。で、ものすごい荷物が重かったので、1回でエアビーに荷物を下ろして市内観光をして、夜の8時ですねもう一度部屋に戻ってきて夕食をいただいてます。この日の夕飯は前日と同じデリなんですけど、美味しそうなねサーモン見つけたのでこちらいただいてます。これでだいたい2000円ぐらい。ビールがとっても進みました。で、夜はサウナに入ろうかなと思って温めてる間周辺を散策しました。ここね港の近くだったので、海のね海岸沿いのところまで行ってみたところです。夜のね多分10時ぐらいだと思います。フェリーがね綺麗に見えました。この船は後から分かったんですけど、タリン行きの船でした。ということでヘルシンキ4日目の朝になります。この日は早めに出発して、ちょっとね観光もしつつ、もう一回ね布屋さん巡りしようかなということで行動しています。ミシン屋さんをね偶然見つけたんですよね。ここねベルニナミシンが置いてました。続いてきたのがエスプラナーディという市民の憩いの場みたいな感じの公園になります。ここはね週末はねイベントが開催されてたり、あとは多分6月になると飲みの市とかたくさんやるんじゃないかなっていう雰囲気の公園でした。で、今回はね1箇所だけお店があったので覗いてきました。で、ちょっとここでね出店中のおじさんと少しねお話をしました。急に雨が降ったりとかするということで、あんまりねまだこの時期はフリーマーケットとかしてないそうで、やっぱり6月が多いみたいです。でね、カメラ持って撮影してたら、ちっちゃいねっていくらすんのみたいな感じで聞かれました。撮影してるとね声かけてもらえるからちょっとね嬉しいですよね。私が今回旅行で使ったのは DJI ポケットって言ってちっちゃいカメラだったんですよね。だから結構いろんな方に声かけられました。で、続いてきたのがヘルシンキ大聖堂になります。もうねここは象徴的な場所ですよね。まだね朝も早いから人も少なかったんですよね。で、前日ねすごく探してたインフォメーションなんですけど、なんとねヘルシンキ大聖堂の目の前にありました。この日はめちゃめちゃ天気が良くって、青空の白い大聖堂がまるでね写真集に載ってるようなそのものでした。
続いてきたのが港町のこの青空マーケットになります。オレンジのテントが特徴的な場所なんですけど、大聖堂からも歩いてすぐのところにあります。実は前日の夕方も来たんですけど、もうね全て店じまいしてたので見れなかったんですよね。なのでこの日は朝早く来てみました。ちょうど遠くに船が見えるんですけど、この船で私もヘルシンキに入港したところです。そうそう、このお店テーブルクロスがウニコだったんですよ。行きたかったな。ちょうど金曜日なんですけど、週末なのでお店もね多かったし、あと手作りの出店されてる方も結構ねいらっしゃいました。でちょっとねのんびりしてたら長い行列ができちゃってたんですけど、これからねスオメリンナ島に向かいます。結構人が並んでたので乗れるかなって心配だったんですけど、そのままねすぐ乗ることができました。これもストックホルムとかコペンハーゲンでも同じだったんですけど、水上バスなので乗り物のチケットを買ってればそのまま乗ることができるんですよね。だからバスとかトラムとかと同じような感覚で乗ることができます。で今回は8日間ヘルシンキに滞在することになったので、結構ね長めのパスを買って7日間パスを買いました。この HSL チケットっていうのはアプリでも管理できるので、そのままチケット見せることもあんまりなかったんですけど、ヘルシンキは信用乗車って言ってチケットをね改札で見せることも全くないんですよね。ただバスとか乗るときはチケットを見せることが必要になってきます。でトラムとかも乗ってて無賃乗車をしてると捕まって罰金が取られるようになってます。観光客も同じようになるので気をつけた方がいいかなと思います。私も1回だけ遭遇しました。ということで15分ほどでスオメリンナ島に到着しました。この船は小さいんですけど車を乗せることができるんですよね。なので車で来てドライブすることもできるみたいです。で島上陸してすぐ見えたこのピンクの建物がインフォメーションセンターになってました。ここで地図をゲットして、ここから一周回っていきたいと思います。で帰りのね下船の時間もチェックして、この後マリメッコのアウトレットにもう一回行きたいんですよね。ランチを逃したので。なので時間調整しながらちょっと駆け足で回っていきます。ここはスオメリンナ島唯一の教会だそうです。中に入りたかったんですけど今回は入らずじまいでした。またいつか来たいなと思います。スオメリンナ島はロシアからの攻撃を守るために要塞として使われた島なんだそうです。だからねこうやって穴が開いてるんですけど、ここからね大砲を撃って海から攻撃されてくるものを守ってたようです。ここはねユネスコの世界遺産にも登録されてて、結構ね地元民にも人気な島になってるそうです。でここからずっとねぐるーっとゴールまで向かいたいと思います。ようやくね遠くにゴールが見えてきたところです。旗が立ってるところまで行きます。この辺りまで来ると結構ね大砲が多く置かれてたんですよね。当時実際に使われてたものだそうで、本当に平和でありがたい時代になったなと思います。まだね戦争してる地域があると思うんですけど、世界平和を願います。ということでゴールまで来ました。このね端っこまで来たところでだいたい40分ぐらいで到着したかなと思います。写真撮りながら動画撮ったりとかもしてたんですけど、意外とねこの時間ぐらいで来れました。この後30分で戻んないといけないので、またね駆け足で戻ります。
で帰り道はちょっと違う方向から帰ってみたんですけど、ここはね子どもたちが懐中電灯を照らしながら中見てたので、なんだろうと思って私も見たんですけど、真っ暗で何にも見えなかったんですよ。スマホのライト使えばよかったな。ちょっと一緒に入っちゃおうと思ったんだけど、怖くてねちょっと勇気出なかった。スドメリンナ島は小さいし、ちょっと観光するのにもちょうどいい規模なので、もう一回ねランチ持ってきたいなって思ってたんですけど、結局ね1回しか行くことができなかったんですよね。また来る時があったらゆっくりピクニックでもしたいなと思います。ということで12時15分の帰りのフェリーに乗ってヘルシンキに戻ります。滞在時間はだいたい1時間20分ぐらいかな。そのぐらいでちょうどよかったかなと思います。船の中はね木目調で結構ねゆったり座ることができましたよ。ということで昨日も来たマリメッコアウトレットにもう一度来ました。ここではね今度はランチをいただきに来ました。昨日のうちに食べれればもう一回来ることはなかったと思うんですけど、でもね結局また布を買ったんですよね。でも布を最初に見ちゃうとまたランチできないなと思って先にランチをいただきました。ここはマリメッコの社員食堂にもなってます。どうやらね調べると数年前に経営者が変わったそうです。でねこの置いてあるアイテムとかもマリメッコのねマグがあったりしてテンション上がりました。ランチはスープをいただいてサラダバーが食べ放題になってました。続いてきたのがユーロカンガスになります。ここも手芸店なんですけど、マリメッコのアウトレットの駅から最寄り駅から2駅ぐらいで来ることができました。でもねヘルシンキ大聖堂のすぐそばにもあったんですよね。こちらで少し北欧っぽい生地をお買い物しました。ちょうどセールをやっててマリメッコの生地も2割引きでした。続いてきたのはアールト邸です。ここはねもう閉館後だったので外から見てるだけなんですけれども、建築とか勉強したことがない人でもインテリア好きな人は一度はね訪れてみたくなる場所じゃないかなと思います。ということでこの日の最後に来たのがアラビアデザインセンターになります。フィンランドに行くことを決めた4年ぐらい前から何度となくねネットで見てきた景色なんですけど、以前はねここでアラビアの食器が製造されてたんですけど、現在は工場は閉鎖されてデザインセンターになってます。でGoogle ナビでは8時まで営業してるってことだったんですけど、なんとね19時で閉館になってました。なので今回こちらもリベンジになることになりました。せっかくなのでお店をちょっとだけ見て少し周辺を見て回りました。この建物の中にもう一軒ねテキスタイルのお店が入ってたんですよ。動画は撮らなかったんですけど、すごくねおしゃれなハイセンスな生地が売ってたんですけど、よく見たらブランドの生地になってました。この後エアビーに戻って夕食はね簡単に済ませてサウナに入ってのんびりしたりしてゆっくり過ごしました。ヘルシンキ滞在5日目になります。この日は週末だったのでヒエタラハティのマーケットを楽しみにしてたんですよね。滞在先からだいたいトラムで2駅ぐらいだったのですぐ行けるなと思ってチェックしてたんですけど、この日はね残念ながらマーケットやってなかったんですよね。ちょうどね開店準備してる店員さんにマーケットのこと聞いたんですよね。そしたらやっぱりね6月から始まるそうで今はやってないみたいです。で代わりにね似たようなお店がちょっと行ったところにあるよって教えてもらったので行ってみました。まだねお店やってなかったんですけれども、窓越しから見たんですけどちょっとねお高めな感じでした。ということでアラビアデザインセンターにまた来ました。土曜日の開店時間は4時までだったので早めに来ました。でねこう食器を見てたんですけど、実はね外でマーケットをやってたんですよね。それが気になってちょっとね買い物どころじゃなかったんですよね。このグリーンのマグカップ可愛かったんですよね。やっぱりね買えばよかったな。今度行ったら見つけてみたいと思います。ストックホルムでアウトレットに行ったのでここのね食器はやっぱちょっとお高めに感じました。ユーロ高っていうこともあるんですけど、それから早速ですねマーケットの方に行ってみました。もうねこういうの期待してたんですよ。もう5月はねないかなって諦めてたんですけど、まさかここでやってると思わなくてもうね超興奮してるところです。でやっぱり若干高めな部分もあったんですけど、個人で出店されている方を中心に見てきました。こちらはテーブルクロスで使われてたので見せてもらったんですよね。カーテンだそうです。いいな。
フリーマーケットは基本的に現金なんですけど、持ってたキャッシュが50ユーロしかなかったので金額交渉しながらお得にお買い物できました。で再びエスプラナーディに戻ってきたところです。ちょっとねお腹が空いたんですけど、ここもねやっぱりキャッシュだけだったので手持ちがね2ユーロしかなかったんですよね。運よく1ユーロの春巻きを見つけたのでそれをいただきました。この後ね料理教室に参加する予定だったので、お腹はね空かせといてねって言われてたんですよね。なのでお腹ペコペコだったんですけど、もう少しね時間があるのでこの港町の方とあとマーケットの方見てきました。ここもね美味しいスープ屋さんがあるってことでこの後来たんですけど、もうね売り切れてたんですよね。人気のショップみたいですね。で3時からはお料理教室に参加してきました。この日は以前から予約してたんですけれども、フィンランド料理を体験できる料理教室です。案内されたお部屋は個人のお宅なんですけど、お部屋がねすっごいハイセンスでお写真もねたくさん撮らせてもらったんですよね。ライブをやってもいいよって言ってもらえたんですけど、さすがにね一緒に参加してる方もいたので控えました。でもねやっぱり撮っとけばよかったな。本当にね素敵なお家でしたよ。最初はウェルカムドリンクで自家製のベリージュースをいただきました。その後材料の説明を丁寧にしてくださいました。で一緒にね参加された方はフランスの方でニースから一人旅で来られてる方でした。And it's really important that these edges are straight. See, this edge is a bit like uneven, doesn't matter because we're gonna roll up from this way. So, in order to get a rectangular shape, we don't roll like this. We always roll diagonally because if you roll like this, it will be a nice perfect shape. シナモンロールの作り方を教えてもらって一緒に参加しながら作っていきます。順番にね回したりとか、こっちはこっちやってみたいな感じで、ミートボールもねすっごく美味しかったんですよ。あっという間に出来上がっていったんですよね。3時間だったんですけど結構あっという間でした。作ってる間も写真ねたくさん撮ってもらえたので記念になりました。Just a regular egg wash, not too much, and only in the middle because we don't want to seal the filling in. And then I You can flip it, but I think it's already a really nice egg wash. Okay. So now you can put it, put the egg wash and then the sugar. Sauce. Of course, it would be with で一緒に料理をした後はみんなでここでご飯を食べて終わりになります。しばらくね一人で食べることが多かったのでおしゃべりしながら食べるのすごい楽しい時間でした。しゃべるって言っても英会話がねそんなに堪能ではないのでちょっとしか話せなかったんですけど、やっぱりね夜がずっと明るいこととかどういう風に過ごしてるのかなみたいなことを聞いて一緒に楽しい時間を過ごせました。この日のメニューはミートボールとサーモンのスープとあとシナモンロールだったんですけど、サーモンのスープすっごい美味しかったんですよね。日本でもいつか再現したいなと思います。ということで今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回はタリンを1日観光します。